踏み出すっていうことをやっていくと、今宇宙の後押しがすごいあるから、なんか今から本当に自分の本当に生きるなんかね、スタートラインに立ったんだなみたいな。こんなに大人数の中で心の交流が実際できていて、もうそのまんまでいいんだよっていうのが本当になんかすごく嬉しくって、と思い出せないっていう感覚、そういうのがずーっとあって、期間にバババッとつながって、で即つながった3日後ぐらいに一緒にイベントやってたとか。この感覚が合ってるか合ってないかっていうところで迷ってる方がたくさんいると思うんですけど、その自分の感覚が合ってますので、ありがたいなっていうかね、ありがたいしかないな。嬉しそう。陽一郎さんこれ長めにやりますから。それでは、スターシードチャンネル、今日は、よしです。どうぞ。あきこです。はい。こんにちは。こんにちは。で、今日はですね、なんと、おっと、ちょっと待ってね。今、いろんなことが起きてます。今日はなんと、たくさんのですね、スターシードの方々が遊びに来てしまっているという、ちょっとね、特別な会を、やっておりますので、ちょっとみんなね、ミュート解除するんでみんなでこんにちはってやってみましょうか。それでは、行きましょう。じゃあ、こんにちは。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 すごい。わーい。はい。かわいい。こんにちは。こんにちは。はい。じゃあね、ちょっとまたね、後ほど皆さんにね、聞いていきますが、今日はですね、あきこさん、たくさんの、スターシーのオンラインサロンの中で、ね、出会った人たちなんですけども、たくさんのね、方々が今日参加してくれてて、みんなにね、ちょっとまたお話を聞いていこうと思うんですけども、あきこさんから今日のね、このテーマについてちょっとだけお話もらってもいいでしょうか。お話、そうですね。はい。そうですね。スターシードオンラインサロンを始めて3ヶ月ぐらいなんですけど、この間にね、皆さんそれぞれがいろんな成長してたり、生の声っていうのかな、本当にそこに入ってる方たちの声っていうのは、私も直接聞くっていうのが、あんまりなかなかなかったりするので、今日すごい楽しみにしてます。あと、これを見てる方たち、別にサロンに入る入らないとかそういうことじゃなくて、必要なメッセージが結構あると思うので、楽しみにしていただけるといいんじゃないかと思います。はい、わかりました。で、今日はですね、こうやって話をしながらみんなでこう、今日ね、来てる人たちのちょっとこう、操作を僕やってるんで、もしかしたらなんか変な感じになってるかもしれませんけど、その辺はちょっとご了承ください。はい。それではね、早速ちょっと、いろんな人に聞いていこうかな、お話を。と思うんで、じゃあ、誰が行こうかな。じゃあ、高橋恵子さんから行きましょうか。どう？高橋さん。高橋恵子さん。ミュート解除。はい、どうぞ。こんにちは。はい、こんにちは。大阪の高橋恵子です。はい。こんにちは。こんにちは。どうですかね、何かこう、サロンとか入ってみたり、いろいろこうね、この3ヶ月ぐらいで、どんなことがありましたか？どんな風になね、こう気づきがあったんですかね？スピリチュアルに関しては、結構もう2年ぐらい前から自分でいろんな人のブログを見たり、動画を見たりしてたんですけど、すごいあきこさんの動画がすごい緩い感じで、もうとにかく込まれる感じだった。もうすごい他のスピリチュアルの方はこう結構型にはまった感じで、なんかこう綺麗なサロンでみたいな感じだったんですけど、そうね。あきこさんの赤ちゃんおっぱいあげながらとか、なんか外でやる感じがもうあまりにも衝撃的すぎて、なんか自分のブロックもうすごいその時に外れた感じ。なるほど。それがきっかけなんだね。で、LINE で友達登録したら、すぐにそのオンラインサロンの紹介が
入ってきたので、もうこれは絶対入らないと、と思って、はいなるほど。ね、そうですか？ありがとうございます。どうぞ。あきこさんどうぞ。なんかサロンに入ってみてどんな感じか聞いてもいいですか？すごくいろんな気持ちはちょっと経ていったんですけれど、なんかどんどん自由になってきて、ブロック解除されていって、動画を上げたり自分で、動画作成してあげたり、もうなんかいろいろもう自由にみんなと喋ったりして、で、私自身はそのインナーチャイルドのセラピストとしてちょっと活動してるんですけれど、すごくスターシードの方がちょっとセッションしてほしいっていうことで申し込んでいただいて、それの交流も始まったりで、助け合ってるっていうかね、いいきっかけにみんななってるんだね。そうですね。すごいそれまではすごい一人で孤独で、頑張ってたんですけど、ここへ来て本当にすごい全国に仲間がで、本当に宇宙ビジョンっていうんですか、なんかすごい未来が広がったなって思います。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあですね、今度、高野美穂さん、どうですか？はい、高野美穂です。はい。お願いします。よろしくお願いします。私はやっぱりずっとあきこさんの YouTube を見ていて、あきこさんがゆるいから、なんかすごいほっとして、なんかいつも安心感を YouTube でいただいてたんですね。いいわ、みたいな。で、あきこさんが、サロンもやられるっていう話を最初に聞いたときに、すごく楽しそうって最初のインスピレーションでは来たんだけれども、私は大きなコミュニティとかでは楽しめないんじゃないかと、今までずっと生きてきて孤独感があったんで、今度も楽しめないんじゃないかなって自分の中のブロックがかかってずっと申し込めずにいたんですけれども、本当に締め切りギリギリで、もうなんでそうやってあきこさんのこと大好きなのにそれだけの思いで入っちゃえばいいじゃんっていう自分のそれ決めて後悔するって思って決めてで入ってみたら、もうみんなすごいあったかいし優しいし、もう愛のエネルギーがすごくて、もう本当に入ってよかったって思いました。はい。で月1回ね、あきこさんがワークを出されてるんですよね。で、その9月のワークがブロック解除だったんですけど、それをもう本当に毎日せっせってやって、どんどん外れていきました。で、かねてから私、霊気ヒーリングをやってたんですけれども、霊気ヒーリングのマスターになって、9月の下旬にマスターになって、で、10月に講座をやらせていただくことになって、それがスターシードのサロンの方が来てくださって、講座をやらせていただきました。で、そんな感じで、はい。すごく後押し、引き上げてもらえるっていう、すごく感じているし、もうすごいね、Facebook ばっかり見てるみたいな感じなんですけど、もうはい、サロンの皆さんとつながれるのがすごく今は嬉しくて、はい、最初ね、入る前は、なんかまた孤独を感じてしまうのではとか、そういう心配もあったんですけれども、全然はい、もう入ってみたら、もう愛のある人たちしか集まってないっていう感じなんです、すごく、日々、はい、皆さんと交流させていただくことにより、ご自分も癒されているという感じです。はい。ありがとうございます。孤独感はね、本当にスターシード多いからね。はい。多い。本当に多いからね。
まあいいきっかけになってよかったね。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい。それでは、大貫さんどうですか？大貫はい。さん、はい、どうぞ。大貫さん。こんにちは。広島の大貫由美です。はい普段はヒーリングとかイベント、オフ会をさせてもらっています。スターシードオンラインサロンに入る前は、ちょっとこう、なんだろう、やっぱ孤独感がありつつも、コミュニティに参加したりとかしてたんですけど、このサロンに参加してからは、なんか周りの方がですね、皆さんピュアな方が多いなっていうことで、すごい安心安全な場に参加できて嬉しいなっていうふうに思ってます。で、イベントとか企画しても、やっぱスターシードの皆さんが来てくれたりとか、私が、これまで勉強してきたことをヒーラー講座で作ったんですけど、それもサロンの中から受けてくださる人が出たりとかして、すごくそういう循環っていうところで、なんかありがたいなっていうふうに思って毎日楽しんでます。で、広島の方の、オフ会で、集まったメンバーとかも、なんかやっぱり過去世で縁がある方だったりとか、ファミリーっていう感じがすごいしていて、なんかね、みんな感動して泣いたりとかするんですけど、なんかそういう場が作れるっていうのが、すごい楽しくって面白いなっていうふうにやってます。で、それぞれがなんかみんなキャラが濃いくって、なんか変でもいいよねみたいな感じがすごいよくってそうなんか感覚で生きるじゃないけど自分の心の声に正直に生きていけるっていう場をもらってます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいね。いいね。はい。で、今度、どうしようかな。かおりさん、どうですか？かおりさん？かおりかおりささん。はい。根本香織です。はい。よろしくお願いしお願いします。ます。私はサロンに入る前は、力にまだ気づけてない。完全に力はあるけど気づけてない状態だったんですね。で、サロンに入ったら、なんかものすごく導かれてる感じがあって、やっぱりなんかここに、来ることによって私が目覚めるように、私のハイヤーが導いてくれたと思ってます。で、今まで身近に、スピリチュアルな情報っていうのがそんなに身近になかったんですけど、サロンに行くと、宇宙人の、宇宙船が写ってる写真だったりとか、映像だったりとか、あとは妖精が写り込んでる写真が投稿されてたりとか、それを見てたら、もう目覚めるしかないみたいな感じになってきて、1ヶ月ぐらいでかなり変わったと思います。で、周りの人からも、開眼したねみたいにすごい言われるようになって、もうなんか私も自分自身でも驚くくらいすごい変化してるなって感じてます。なので、なんだろう、スピリチュアルって本当にあるのかなとか思ってる方にぜひ入ってもらえると目覚めやすくなるのかなって思います。あともう一つ言いたいことが有料レベルの情報が普通に流れてることにびっくりしました。何なんだろう。はい。サロンの中で？はい、サロンの中で。例えば、チャネリングのやり方を具体的にやってる動画だったり、それを、あきこさんの動画プラス、その動画をプラスすることによって、目覚めたりとかする方いたんじゃないかなと思います。あとは、そっかそっか。結構能力高い方多いからね。はい。あとはなんだろう、なるほど。よく陽一郎さんが上げてる、チャネリングやってる動画とか、あれもすごく目覚めやすいなって、
私は初め見てびっくりして、まだ見てない方もたくさんいると思うんですけど、見ていただくとすごい目覚めが早まるんじゃないかなって思ってます。はい。みんなでね、相乗効果でとかね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。では、宇宙ゆるゆるのゆるゆるの方、はい。ゆるゆるの方たち、はい。にぎやか。まどかです。宇宙ゆるゆる連合の仲間と一緒です。かなちゃんとかずんです。はい、いとこです。あきこさんのね。そう、あきこさん。いとこのかっくん。こんにちは。今度インド行くからね。ぜひぜひ、来てください。いいですか。私一応しゃべりますメインで。私あきこさんを知ったのも7月の末ぐらいだったんですけど、それで宇宙の話してて、なんか何この人みたいな感じで、なんか面白いなと思って、それまで本当に宇宙とかを知らなかったというか、こういう世界を知らなかったので、なんか面白かったからこの人とつながりたいと思ってサロンに入ったんですよ。すごい、そんなきっかけなのね。それでなんかあきこさんを知って2週間か3週間ぐらいでサロンの募集っていうかあれが来て、でそれで入って、でオフ会をとりあえず企画したんですよね。なんかよくわかんないけど企画、とりあえず人集まね、誰が集めるのって思ったからやったんですけど、そしたらこう仲間に会えて、やっぱり私は結構人と交流して、仲間にすごい教えてもらったり、私も本当に何も知らない。スターシードっていうのも、あきこさんがそれ見てる人スターシードですって言ったから、あ、そうなんだと思って一応書いてある。スターシードっていう企画なんて何にもないし、なんか特徴もないし、何の能力もないしって感じだったので、本当にちょっと仲間にどんどんチャネリングって言葉も初めて知ったりとか、もう何が何だかの人間だったんですけど。すごいね。スピード感がすごいんだね。なるほど。で、ワークが、お子さんが出してくださったワーク、グラウンディングとか、グラウンディングとかも知らなくて、本当グラウンドすらもで、会場とかで、みんなとつながって、すごい、本当に仲間に引っ張ってもらって、なんかすごいお互いに助け合って、すごい成長していくので、すごいね。すごい幸せがいっぱい訪れて、願望の出し方になってるとか、ちょっと自分でもちょっとあまりにも人生が変わりすぎて、目に見える世界も全部変わっちゃって、すごいびっくりして、本当にあきこさんにこの前メッセージを送ったんですよね。感謝が溢れて結構多いんだよね。感謝が溢れすぎてみたいな人多い。どういうことみたいな。私っていうよりも多分ハイヤーだよね。だから。スピード感が速い。スピード感が結局、サロンの中のエネルギーでスピード感が速くなるんですよね、結構。変化が速い。あんまりでも感動がね。そう。2回ですね。よかった。ありがとうございます。どっちかっていうと、かなちゃんも。私も本当に令和になってからスピリチュアルを知って、なんかそれまではむしろなんかやべえやんみたいなふうに思ってたけど、本当にそこから急激にいろいろ知ったりとか、サロンに入ったりとか、急に体感が出てきたりとか、本当にいろんな人に引っ張って関わることってなんかお互いに助け合ってるなっていうのをすごい感じてます。仲間って感じ。いいね。ありがとう。かっくんはあれだよね。結構よしさんの変化が自分の変化にもなったって言ってたよね。そうそう。よしさんのインナーチャイルドの動画見て、で俺ももう全部出そうと思って、持てるもの全部出そうと思って、でこの YouTube やりだしたんだけど、あれがきっかけです。本当に。それまでね、私の YouTube 映った時ね、顔隠してたしね。そうそう。そっちとかもね。どうかなと思ったけど、ちょっとね、そうそう。
やでもそう、俺もだってでも2ヶ月インド行ってからだからね。9月にインドに行って、それから一気に加速しだしたからね。でそう早いね。リアルに、すごいすごい。早い、すごい早い。いやでも私も入ってるんですよね。だからスピードが速いですから、本当にみんなで影響し合ってる感じです。だからサロンに入ってね、なかったらどうなっちゃったって。全然違う、全然違う。何年間知り合ってんだろう。いいね。皆さん、心地いいです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すごいね。すごい。じゃあ今度ね、八谷さん、八谷清香さん、どうですか？はい。はい。皆さん、こんにちは。八谷清香。こんにちは。今もおっしゃってた、スピードがすごく速いっていうのが、本当に流れがむちゃくちゃ速くって、頭がついていけなくって、さっきもちょっと練習で、ちょっと喋ってくださいって言われた時に、本当に、いろんなことがありすぎて、どれを言ったらいいかが頭がもう覚えてなくって、体がとりあえず毎日目の前のことで、今日のこと昨日のことぐらいは覚えてるけど、その前も覚えてないぐらいすごくって私はあきこさんに出会ったのは6月頃、今年の6月頃なんですけども、YouTube であきこさんの動画を見て、なんだこの人はと思って、このゆるさは何とすごくいいね。ゆるさがもう素晴らしくって、動画の後ろに見えてる背景もいつもこう気になって今日はワンコがいるとき、今日はお嬢ちゃんが後ろで何してはるとか、全部前の話題とリンクしてて、でそれでもうすっかりあきこさんのファンになって、でサロンオープンされるって言われて、もう即入って、そしたら、それと前後したぐらいにもうやっぱりそのあきこさんを取り巻いてる人たちとわーっとつながって、取り巻いてる。で、取り巻きがね。例えばそう、トリニティジャンベヒーリングのお二人と、お互いになんか相思相愛みたいな感じで、同じ期間にバババッとつながって、で、即つながった3日後ぐらいに一緒にイベントやってたとか。で、すごいね。で、この間はまた別のルートで、12月のイベントしてくれはる人とつながったりとか、来年マウイ島に来たらどうですかって言ってくれはる人とつながったりとか、なんかもうわーって何もかもが早いし、で今までだったら私滋賀県なんですけども、やっぱ滋賀県の周りとか関西だけでこう活動してたのが、このサロンに入ったことで一気に県外の人とわーっとつながって、でこの間初めて、ちょっとこれもサロンに勇気をいただいて、ズームを自分で企画してイベントしたら、なんとタイのバンコクから参加してくれはった人があって、そういうのも今まではなかったし、ズームに手を出そうという勇気もめんどくさいし、やめとこうとか思ったら、こう誘っていただけて体験したら、あ、こんな風に使うんだみたいなんで分かったりとかで、すごいサロンでありがたいのが、教えてくださいコーナーでしたっけ。自分のわからないこと、機械的にもわからないことまで教えてもらえるので、本当に活動していく中で、このインターネットも全然ついていけないんですけど、いろんな人が教えてくれはるので、すごくありがたく、助けていただいたりで、もう喋り出すと止まらないんですけど、もうブロック解除もお世話になりましたし、なんか今月の目標をきちっと持つとか、なんかそういうテーマを出していただけて、で、なんかなんでしょう、他のとこだったら1対1でやる感じがあるんですけど、このサロンに入るっていうことで、
私はこれを頑張ってますっていうのがコメントでわーっと入ってたら、あ、私もやらなみたいな感じで、みんながすごい人ばっかりでなくて、あ、こんなんでもいいやみたいな人もいはると、それもまた勇気をもらったり、すごい人から勇気をもらったり、あ、なんでもいいんだなみたいなんで、とにかくこう前に進む力をむちゃくちゃいただいてるので、すごいありがたいです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですね。はい。今度ね、ゆきこさんどうでしょうかね。ゆきこさん。ゆきこさん。はい。ゆきこさん。こんにちは。こんにちは。こんにちは、ゆきこさん。はい。ミャンマーからだよね。あ、そうです。ミャンマーからです。わミャンマーにいるから、なんせ周りには同じような方はちょっとお見かけしないな。インドと近いね。仲間は作りづらいですけれど。サロンに入って、ね、前どうだった、入る前はどうだったかなと思ったら、ちょっと入る前の自分を覚えてないぐらいなんですよね。ああ、それわかる。ちょっとこんな感覚で過ごしてたんだろうと思って、3ヶ月前、全然違う感覚で過ごしちゃってるから、ね、さっき思い出したのは、あきこさんの YouTube を何度も上がってきてたけど、ここと似てるからっていう理由で見たくないと思ってずっと見てなかったんですけど。あ、インドがね、ミャンマーと似てるから。ああ、なるほど。背景が似すぎと思って、ちょっとこれは見ないなと思ってずっと見ないんだけど、いつも上がってくるからまあ一回はと思って見始めたら止まらなかったですね。なるほど。サロンに入っていただいてどんなふうに活用していただいてますかね。やっぱりね、同じことを喋れるっていうのが大きいですよね。話が通じる、すぐに話が通じるし、あと自分で考えてたところが不思議じゃないっていうのが、なんか自分が感じる感覚っていうのはやっぱずっと信じられなかったから、ミャンマーにいるのに？ミャンマーにあんまり関係ないと思います。関係ないんだ。旦那さんのお仕事で来てるだけなんで。あ、そっかそっか。はい。ずっとスピリチュアルは興味があって見てきたんですけど、やっぱり自分の感じる感覚っていうのはどうしても、いやそれないでしょみたいな、全部こうやってそれないでしょってやってきたんでそれをやっぱりね共有できるのちょっと泣いちゃうため大丈夫。それが嬉しいですね。嬉しいですね。こっちもありがとうございます。そうなんだね。やっぱスターシード同士で会うっていうのはすごい大きいと思います。エネルギーで助け合ってるよね、みんなでね。あとどっか多分何かあるのにずっと思い出せないっていう感覚、そういうのがずっとあって、最近泣いてばっかりです素直にね、だんだん素直になってくるよね。だんだん孤独だったりとかさ、こう自分を蓋したりして生きてきてると思うんですよね。こういうスターシードの方っていうのは、だから本当にこうサロンの中でエネルギー的に助け合ったり、こう本当の自分としてね、皆さんいていただけてるのかなってすごい嬉しいですね。ありがとうございます。はい、じゃあ上島さんどうでしょうか。上島さん。はい、上島まりえです。今ゆきこさんのお話聞いてて、本当私もちょっと涙が出てきちゃったんですけどなんか本当に私はあきこさんとの出会いは半年前だったんですけど、適応障害でもう
本当に、ね、ほぼ寝たきりぐらいの生活をしてた時に、なんかもうドロドロの中 YouTube をつけたらあきこさんの動画があって、でそれを見た時になんかもう頑張らなくていいんだよって、もうそのまんまでいいんだよっていうのが本当になんかすごく嬉しくって、ただただいるだけでいいんだよっていうことをいつもいつもメッセージで出してくださってるのを見た時に、私は何かこうすごい仕事ができなくちゃいけない、出世したい、お金稼ぎたいっていうすごいなんか足りないって頑張り続けてきて、でなんか自分のことをずっといじめ続けてきてたんだなっていうことに気づかせてもらえて、でじゃあそういうのもじゃあどうしたらいいのかなっていうこともあっこさんがもう動画で全出ししてくださってるんですよね。毎回、なんか普通だったらこれもう何十万とか多分講座受けて教えてもらえるようなことをなんか動画でもうわーっと流してくれてて、でそれを見て本当にまた立ち上がれるようになって、外に出れるようになって、で人と関われるようになったんですよ。本当にありがとうございます。それであれなんだ、サロンに入っていただいてこんなに変化してるんだ。本当にもうなのであきこさんの LINE のアットでサロンっていう風に出た時にもう飛びついて入会をしてやったーっていうなんかオンラインサロンキングコング西野さんのとかすごくなんか興味があったんですけどなかなか行けなくて、なのでで入ったらこうやってさっきのゆるゆる連合の仲間たちに出会えたり、で今は東京ですとか北海道だとか、もうなんかその人たちが自分の家族やなんか親友みたいにポンって投げかけた子にわーってそんなの私もそうだよ、なんかすごいへこむよねみたいな感じでサポートバーンってしてくれる。だからなんか本当に今は一切頑張ってないです。いいね。優しいですよね。優しい。はい。それは本当もう良かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいね。はい。じゃあ今度赤地さんどうでしょうか。赤地さん。はい、こんにちは。こんにちは、どうも。こんにちは。はい、ありがとうございます。皆さん話すのがすごい上手でちょっと緊張していて、私があきこさんを最初見たのいつだったかな。春くらいだったと思うんですけど、そこから全部一気に過去の動画も見ちゃうくらい引き込まれて、自分はスピリチュアルはもしかしたらもう幼稚園くらいからなんか馴染みがあったんですね。なんか父親が八尾井純一のなんか UFO 特集見てたりとかで、なんか書斎にノストラダムスの予言の本が置いてあって見て、もうすごい怖いこうやって本バーン落としたりとか結構身近にあって、であきこさんが前スターシードの特徴で話されてた3種類くらいだったかな。私典型的に本当機能不全家族っていうかな、なんかもうなんでこんな家族なんだろうみたいな、もうすごい苦しくてそうなんですね。で誰にも相談できないから本屋さんに行ってたんですよね。結構都会の特急が止まる駅だったから大きい本屋さんがあって、そこの精神世界コーナー、ちょうど私の体の幅くらいしかその時はなかったけど、今から30年くらい前だから、もう今すごいね、書店にすごい数のスピリチュアルの本とかありますけど、その当時自分の体の幅くらいの精神世界のところになんかもう下校した後も通い詰めて、でいろんなの見てみても、でちょっともうどうしても苦しくて身近な人に相談してもなんかそれは答えじゃないってなんかずっと探してた時にそ
すごいパールに光ってる本があって、それがバシャールだったんですね。そっからバシャールがきっかけなんだね。そうそうそう。でなんかやっぱ宇宙人の言ってることってすごい抽象度がめちゃめちゃ高いじゃないですか。なんか聞きたかったのこれだったと思って、でもその毎日通って立ち読みして、で12のそれがバシャールがきっかけだったんですけど、でその宇宙が好きだからその宇宙に触れたくって、なんか科学理系に行っちゃったんですね。で3次元的な、宇宙の方にのめり込んでいったら、なんかスピリチュアルからどんどん離れていって忘れていってしまって、でもやっぱりずっと心の中にはあるから、こうそこから大病とかしてやっぱり思い出して戻ってくるんですけど、その時にも一通りこうスピリチュアルのその用語っていうんですか、そのチャネリングとか、それこそバシャルとかスターシードとか、もう30年前くらいにその聞いてたから、もう久しぶりに戻ってきてそんなこと言ってる人いないんじゃないかなって思ったら、昔はそういうこと言う人って自分よりすごい人、なんかすごい特別な人だけが言ってて、自分は下みたいな感じで学んで修行をしてっていう感じだったんですけど、久しぶりにそのまたスピリチュアルに触れ出したら、もう本当はあきこさんが典型的なんですけど、普通の人があきこさんがいつも私普通ですからって、私がすごいわけじゃないんですって言ってる人が、もう本当日常生きてるだけで、なんか生きてることがすごいスピリチュアルみたいな人が出てきてるって思って、すごいびっくりして、で話聞いてるともうどんどん自分も固まってた気持ちが溶かされていって、なんか私頭だけでその理解して、まあそれも楽しかったけど、なんかやっぱ日常にちゃんと生かして楽になるように使ったらどうっていうので、あきこさんが私の世界に現れたんだなと思って。ありがたいですね。そうで、サロンではどんな風に活用して、サロンではどんな風に活用していただいてるんですか？サロンは私そんなにその皆さんみたいに特別こう激しくやり取りしてるとか、活動してるわけじゃないんですけど、でも心の支えになってる、なんか居心地がすごくいいし、で私がすごい感動したのは、その何をするサロンなのかわからないけど直感で入ったら、スターシードファンドットファン宇宙系フリマを立ち上げてくれて、なんかそれもあきこさんがなんか、そうよしさんもすごいし、よしさんのストーリーもすごいし、あきこさんがなんか自分にできた縁をみんなに使ってほしいっていうのにすごい感動して、もうなんかそんな展開になると思ってなかったと思って、まだ一つもこのあたりはですけど、このあたりのビジョンは私もそうやってよしさん持ってたんだよね。こういう循環したいっていうね。そうですね。マッチしたんだよね、みんなのここのエネルギーと。みんなだからこうスターシードという一つの、なんかね、こう共通項で、なんかすごい新しいなんかこう、なんていうかな、今までだったらお金とかが、で、なんか経済で回ってたこのなんか世界が全然違う方向にもしかしたらできるかなっていう、ちょっと僕はそれでかなり面白くね、やってるし、みんなもビジョンがなんかね、こう同じだったんでよかったなと思ってますね。またそれはちょっと詳しくまたね、別で皆さんにも紹介していこうと思うけどね。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ今度はね、藤田優子さんどうでしょう？はい、こんにちは、藤田優子です。はい。こんにちは。私はあきこさんを知ったきっかけは、心屋さんから、ハッピーちゃんに来てあきこさんを知りました。で、私は生まれた時から仏教徒のお家で、結構修行系というか、自分の中がこう満たされてなくても、とにかく人のために尽くそうっていう家族で、結構私はそれがすごく辛くって生きてきて、
で、あきこさんの動画を見たときに、すごくほっとしたっていうのが一番あったんですね。このままの自分でいいんだっていうのが、なんか、本当にほっとしたっていうのと、あとそれまでなんだろうな、もう修行するのに疲れちゃって、その目に見えないものは信じれなくなってたんですけど、なんか、もっと自由でいいんだって、目に見えないものに対する姿勢って、なんかもっと自分主導でいいんだっていうのをすごく感じて、で、なんか、で、すごく、あきこさんのことが大好きになりました。サロンの方でもなんかあれですか、やっぱ皆さんのエネルギーとかで、そうですね。なんかサロンの方は最初やっぱ人数が多いのでちょっとエネルギーを取られてしまったりとか自分の中でやっぱ調整をしていって、今日はまあ見ないようにしようとかなんかあったんですけど、であと正直、オンラインサロンで心の交流ができるっていうのが私は最初信じれなかったんですね。でもこんなに大人数の中で心の交流が実際できていて、それがすごく今ありがたいっていうのが一番です。同じようなエネルギーだからね。そうそうそう、いいですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、今度は田中陽一郎さん、お願いします。はい、どうも、こんにちは、陽一郎です。どうも。サロンに入ってね、一番良かったのは、自分の成長であったりとか、人の開花を見れたのがね、すごい良かったですね。で、いろいろワークやる中で練習とかいろいろやってると、大体みんな来るのが、私自信がないですから、私できてるかわからないのっていうんだけど、やってると、いや、あなたできてるじゃんとかね。あと、それをやりながらズーム撮ったりとかして YouTube に上げたりもしてるんだけど、なんかこう長い人で3時間ぐらいやるんですよ。でそうすると最後には「陽一郎さんこうやった方がいいわよ」とかって私にコンサルし始める人とか出てきたりとかそれがね、それがすごく面白いんですよ。だからそこをみんなこう隠し持ってるっていうか、今までこう生きてくる中で感覚的には使ってたんだけど、それがチャネリングだとかいろんな他の能力だっていうことに気づいてない。で、それに気づくと、あ、これそうだったんだって。けど長年使ってるからもう感覚はできてると。そうするとどんどんできるようになって開いていっちゃうみたいなのが面白いですよね。で、最近やっぱりサロンの中で一緒にやってる友人とかもね、私もなんか疲れてくると例えばさっきも喋ってた香織さんとかね、隠れてヒーリングしてくれたりとかね、わしもこう隠れてヒーリングしたりとかね、やったりとかしてるし。すごいね。陽一郎さんも変化結構ね、さっきも顔が変わったとか。そうそうそう。私ね、前からね。あと、奥さんも結構あれだよね、開いてきた。そうそうそう。今週、サロン入って私宇宙語喋るようになったんですけど、最初私宇宙語喋ってるとチッとか言われてたんですよ。宇宙語嫌いとか言われて。で、前から、ヒーリングとかやってたんで一緒にそういうのには行ったりとかしてたんだけど、ちょっと否定的なところはあったんですけど、ついに観念してこう一緒にブロック解除したりとかしてたら、今週チャネリングをして宇宙語も喋り、あと妖精を感じて絵を描いたりとか、なんかそんなことも始めたりとかして。すごいですね。家庭的にかなり恩恵をいただいてます。一人がね、結局こういうことに、目覚めるっていうか開いてくると家族もね、本当に発汗してくるんだよね、相乗効果でね。でそれがやっぱり広がっていく。あとはその日常、要は日常的にチャネリング使ったりすると、その一般常識みたいなのがどんどん変わっていくから、それが今そのサロンの中とかその家族とかでどんどん広がっていくと、やっぱりすごい広がりになるなっていうのは実感しますね。いつもありがとうございます。こちらこそお世話になっております。ありがとうございます。はい。それでは、ひかりさんどうでしょうか。ひかりさん。ひかりさん。
かりさん。ははい。い、聞こえました。あ、かりさん。こんにちは。こんにちは。私は、孤独は好きなんですよ。孤独が好きで、仲間に会いたくて、サロンに入ったっていうよりは、孤独が好きな人が、人がたくさんいるところに入って、何手伝いしたらどうなるのかなと思って、入ってもらいました。どうですか？私は声出したりするのがブロックがきついので、今もちょっともう本当震えてるんですけど、コメント返しはとてもさせてもらってて、ごめんなさい、ちょっと震えてきちゃった。大丈夫。孤独が好きってでも、孤独が好きな人スターシード、私も孤独好き。多い、孤独好きだよね。孤独好きで。もう、こもる力っていう本出してくれるからね。こもる力っていうね。こもる力。困ってろって言われたら、もうこもってられるんですけど。こもってられるよね。スターシード基本的に結構孤独好きかもしれないね。で、孤独好きが集まってるから、結構それが安心感あるよね。はい。すいません、ちょっと暗くなっちゃってすみません。だから文化会もなんかネガティブとかあったらいいなと思います。ネガティブ文化会面白いな。文化会とかあったらいいなと思います。いいですね。いいね。じゃあちょっと提案してね、考えました。いいですね。ありがとうございます。じゃあ永田恵美さんどうでしょうか？永田恵美さん。はい。はい。こんにちは。こんにちは。私はサロンに入ってからサロンに入る前は私もちょっとだんだん思い出せなくなってるんですけど、なんかやっぱり何か発言するとあれ？おかしいこと言ったかなみたいな空気になっちゃったりとか、なんとなく離れていく人を感じちゃったりとかしていくのをずっと小さい頃からやってきてたので、あとはその相手の気持ちが全部伝わってきちゃうので、あれこの人こう思ってるよなってことをちょっと小さい頃言っちゃったりして、なんか変になっちゃったりとか、そういうのをずっと繰り返してきてたので、もう抑えてきてたんですね、ずっと自分の気持ちとか。で、ちょっとでもやっぱり調子の音出ちゃうから、出た時にやっぱりなんか、みたいな感じになってきてたんですけど、サロンに入って皆さん、ってなることが一切なくて、こんな発言しちゃったって思っても必ず誰かがコメントくださったりいいねをたくさんくださったりして、なんか仲間ってなんて嬉しいんだろうっていうか、こんなこと言ってなかったなっていう、なんとも言えない幸せな気持ちに毎日なってます。で、嬉しいね。本当にで、オンラインミーティングをしたの時に出られたウィーンのチエッティちゃんがもう私は見た時に、なんだこの子はと思ってピンときて、すぐに友達申請して、でもそのうちにもうお話ししたりしたら、なんか本当に初めて会った気が全くしなくって、でなんなら最終的にお姉ちゃんとか言われて、で今ももうすごく飛騨高山の田舎と、今東京にいるけどウィーンとこうやり取りがなんかように交わされて、なんか本当になんな気持ちになってきて、でやっぱりそれを思い出してくれて、なんかあったかい、なんかいいですね。はい。それこそ陽一郎さんともこの間ズームでお話しさせてもらって、
YouTube デビューをしたんですけど、その時も、なかなかこう自分をこう出し切れなくて、結構こうズーンとなったりもしたんですけど、やっぱりこう皆さんのなんだろう、エネルギーがサロンの中でこう渦巻いてるので、ちょっとなんか、自分の中でマイナス思考になってもなんか戻っちゃってるっていう感じの時があります。なんて言うんだろう、なんか、で自分の能力っていうとあれなんですけど、前こうできないと自分で思ってたものが引っ張られてできるようになったりとか、なんか本当に相乗効果しかないなっていう感覚があります。はい。あと私エネルギーでね、みんなでね、本当にそれをすごく感じて、はい。で先日クラウドファンディングをちょっとさせていただいて、でその時もやっぱりなんかもうすごく温かく一緒になって、なんかシェアしてくれたり協力してくださった方もいたんですけど、ブワーっていう広がりがすごく強くて、これはもうあきこさんのおかげもすごく強いんですけど、こうハイヤーのまま進んでもなんか怖いっていう気持ちは出てくるけれども、それをなんかこう頑張っていけっていう感じの背中を押してくれる感じとか、本当に、ごめんなさい、ちょっとうまく止めれないんですけど、いや、わかるわかる。はい。でそれでハイヤーに導かれててね。はい。行けちゃったので、もう2週間でハワイ行っちゃったんですね。こうブログを出してから。そうなんです。だからこういうのももうなんか本当に皆さんのおかげで、なんかやってるなって。結構あれですよね。世界規模っていうか宇宙規模でやってるから、そうだから結構海外とかが自然にもうなんか身近になっちゃうんだよね。サロンの中のメンバーも海外の人結構いるし、なんかもうね、パッとハワイ行っちゃったりとかね、だからウィーンの人と話したりとかね、そういうのがあったりしていいよね。はい、びっくりしてます。絶対に今までは友達にならなかった人たちともうパッてつながって、パッとつながってパッと友達になっちゃうみたいなね。はい、もう幸せで仕方がない。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。よしさん、ごめんなさい。はい、どうしたの？よしさん、トイレ行きたくなっちゃった。行っちゃって。行っちゃって、ちょっと行ってくるね。やっててください。しかもこれノー編集だからね、編集しないからね。面白いね、これね。じゃあね、じゃあ次はですね、森内真由美さんどうでしょうか？はい。はい、お願いします。はい、私、なんか、スピリチュアル始めたの結構20年ぐらい経ってるんですけど、ちょっとおばあちゃんの病気のきっかけで、なんか長いんだけど、なんか違和感があったりとか、ずっとなんかこれが、ブームとかあっても、孤独、結構スピリチュアルの中の方が孤独だったみたいな感覚の方が、一般の友達とは仲良しだけど、でスピリチュアルのそういう世界もしっかり私結構いろんな人いて、で、それなりに基本的なところは通じ合ってるんだけど、孤独っていうより違和感があって、でも今サロンに入って、やっとちょっとツボがやっと安心できるというか、あと大事にしているところとかが似てたりとか、すごく、やっと待っててよかったみたいな感覚があったりとかしてるんですけど、それを言うと、待ってたっていうのを見ると、なぜか知らんけど、うるっときてしまうんですけど、それがすごくあって、でもその違和感を大事にすることがオリジナルだからいいんだけどって割り切りながらも、そこがすごくここにいると解ける感じがしたのと、いろいろ本当に香織さんも言ってて、おかえりなさい。無料の有料級のことが無料でどんどん情報入ってくるので、私もYouTube とかも全然
視聴数とか視聴時間とかも全然伸びなかったのがすごいなんか、あれなんかすごいなとか思ったり、まあブログもなんかまとまってなかったのがなんかシンプルになってきたりとか、そういうのは面はすごい、本当にありがたいんですけど、本当プライベートの面でも本当になんか、ちょっと今子供のちょっと発達障害なんで、今ちょっとピアノ教室あるんで、そこをちょっと今出かけるんですけど、失礼するんですけど、なんか、その子供の進路のことですごい今悩んでて、小学校は本当なんか人生決まっちゃうことになっちゃうんで、その小学校って当たり前に普通に、なんか近くの小学校行くと思ったら大間違いで、なんか障害者の道というか、福祉の道行くのか、それともまだ先延ばしにするのか、すごい今、辛かった状況の時に、それも私のなんか、幼い頃否定され続けてきた自分の再現だったりして、子供がいい迷惑なんですけど、それがなんかサロンの10月10日のリアルミーティングですか？その日にやっとうちの子のなんかちゃんとした力を言ってくれる先生が、小児科の先生がいてくださって、この子は支援学級、普通の学校の支援学級でも大丈夫ですよって初めて言われて、なんかすごくサロンのエネルギーと私のプライベートもなんかすごく後押ししてもらってる感じがすごいあって、それはすごく感じました。なんか本当に辛かった時に一斉ヒーリングしますとか、ユミさんのヒーリング受けたりとか、なんかもちろん毎月のワークももちろんすごく自分のためにもなってるんですけど、自分の個人的ななんか浮き沈みの時になんか助けてもらえることが多くて、本当にもう感謝でいっぱいです。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいね。すごい人がね、いるからね。本当に嬉しいね。はい。まずじゃあ、大西さんどうでしょうか？大西さん。大西さん。はい。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。私がこのサロンに入った、大きなきっかけは、あきこさんがいつも言ってるハイヤーが導いているっていうことと、あと、これを見ているあなたはスターシードですよ、みたいにいつも言ってて、それ自分スターシードなんやって、なんか素直に受け取ってそれでその仲間と、なんかやっぱり出会いたいなっていうのがすごくあって、それでそのサロンがね、できるっていうことで、もうすぐこう申し込んだ。やっぱ仲間に出会いたいっていうのが最大の理由だったんですね。はい。で、もちろんもう大勢のもういろんな全国世界中から仲間と本当にね、簡単にこう会話もできるのもすごくいいですし、あと自分が今まですごくやりたいなって思ってたことをこのサロン内で皆さんどんどんチャレンジしていっているっていうことを、いいよね。すごく励みになるし、なんか自分もなんかちょっとやってみようかなってちょっと軽く、チャレンジできるっていうこともすごく影響されてて、で実際私がなんか将来ちょっと講座をね開きたい、講師になりたいみたいなちょっとした夢があって、でそれに向けてお話し会をちょっと開いてみようと思って、それも少人数で。それでそれがふとひらめいたのが、やりたいと思った日にちもなんか思い浮かんで、その2週間前にやろうって決めたんですね。それでなんかチラシもなんか作ったりとか、SNS、インスタとかLINE とかでも募集したんですけど、その募集前日か2日前ぐらいまで1人しかそう来てなくって、これってなんかふと思ったことだけど違ったのかなってちょっとざわざわし始めたんですね。でもそのあきこさんがいつもね、なんかリラックスして安心してほっとするっていうことを言ってたので、それはもう直前までもうと思って心がけてたら、ふとした時に、そういえばこのスターシードのサロンの人に告知してないわっ
っていうことに気づいてああ、なるほど。そう、それで本当に前日に告知したんですよ、やりますって。そしたらその日のうちに5人の方に参加しますってそう言ってもらえて、すごい。そう、それもすごいミラクルが起きて、やっぱ仲間だなって実感しました。求めてるからね。そうそうそう。みんな集まりたかったんですよね。ああ、なるほど。そういうのをね、サロンの中でお茶会とかね、オフ会とか結構やっていただいてますけど、本当に集まりたくてしょうがないからね。エネルギーでね、そうそう、みんな孤独だったから、私もそうだけど。そう、みんな孤独だったからね、ちょっと集まると楽しいよね。そうなんです。本当私も以前までは、その孤独感とか疎外感とか、どういう大勢の場所に行っても、なんか一人だけ違うっていう感覚がずっとあったんですね。ああ、よく聞くよね、スターシー。そうそうそう。聞くわ。私もそうだった。そう、でもやっぱり、このサロンはやっぱ家族だなってなんか実感できる。本当入るだけで、皆さんがこういろいろアップしているのを見るだけで安心を得られる。やっぱり同じ感覚だなっていうのがわかるし、私もそこまで頻繁に投稿とかはしないんですけど、見るだけでも全然癒されますし、本当にホーム的、存在で、はい。いつも元気もらってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さん、全員話いただきましたか？まだの方いますか？大丈夫ですね。じゃあ、あきこさん、ね、こんなになんかすごい嬉しいメッセージがたくさんありましたよね。ね、胸がいっぱいだね。胸がいっぱいだし、よかったなって思いますよね。で、よしさんはどうでしたか？いや僕もね、僕はどっちかっていうと今、なんていうかな、本当に自分もこれ参加している側としての話なんですけど、また参加者の話をしてね、言いたいのは、まあやっぱり孤独もそうだし、なんていうかな、今までなんか自分の中にあった本当にこう、もういいよねっていう部分が、このタイミングにすごいなんていうかな、こうみんなで一緒にこう、今まであった全部ブロックも全部取っていって、なんか今から本当に自分の本当に生きる、なんかね、スタートラインに立ったんだな、みたいな、そんな気がしてるんですよ。で、そこで僕もなんか一緒に参加者としてもね、すごい嬉しいなっていうか、ありがたいなっていうかね、もうありがとうしかないなっていう感じです。はい。そう。ダリコさんどうですか？あと、まあ、宇宙からのメッセージも含め、何か、まあ、こう見てる人のね、やっぱり、にもね、なんかメッセージあるかなと思うんですけど、どうですか？そうですね。今来てるのは、まあ今見ていただいてっていうのかな、この番組の中で何かしらこうピンときたり、何か気づきがあった方が多いと思うんですね。だから見てると思うんですよ。それを何か、まあ、きっかけにしていただきたいなと思うんです。別にサロンに入る入らないっていうことを全然考えていただきたいってことじゃなくて、自分の人生の何かのきっかけになっていただきたいのと、こういう感じで自分自身がなんていうのかな、この感覚が合ってるか合ってないかっていうところで迷ってる方がたくさんいると思うんですけど、その自分の感覚が合ってますので、たくさんの人たちがそういうことに気がついてきてる人たちがたくさんいるということに気がついてください。で、そうですね。あと一歩踏み出してる人がたくさんいますので、何かね、自分自身がそういうきっかけっていうのかな、こういうサロンを利用していただいてもいいと思いますし、自分自身が何か一歩踏み出すっていうことをやっていくと、今宇宙の後押しがすごいあるから、まあ、勇気を出して踏み出すといいんじゃないかなっていうのが来てますね。はい。はい。ありがとうございます。本当にね、ちょっと嬉しかったなと思います。じゃあ、どうしようかな。今日はみんなでこれ、ではではをみんなでやってみるのはどうでしょうか？知ってる？いいですね。ではみんなではではいけますか？カメラに向かって。じゃあ、全員ミュート解除するんでね。じゃあ、また、サロンでもね、もしね、だから見てる人ももしかしたら一緒にね、また会えるかもしれないからね。ではではでみんなちょっとね、そんな見てる方にも向けて、ちょっとではではでいきましょうか。じゃあ、みんなのミュートを解除します。それでは、ね、
これでまたね、次回、お待ちしますけど、今回の動画を終わりたいと思います。それでは、いきます。それでは、ではでは。ではでは。嬉しそう。大地子さんこれ長めにやりますから。すごい長め。長めにやりますから。もうちょっと長めに。あえて長めにやります。ではでは。じゃあ、一応これぐらいにしときましょう。これぐらいにしましょう。はい。じゃあ皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ね、すごい良かったんじゃないですか。どうですかね、皆さん。あきこさん。ああ、よかった。よかったね。うん。ちょっとトイレが気になっちゃってごめん。僕もトイレ行きたかったんだけど、ちょっと僕はちょっと我慢しちゃう。大丈夫。我慢しちゃってる。我慢できなかった。我慢できなかった。降りてきちゃって。トイレ行けっていうの降りてきちゃって。降りてきたけどやめといたの。大丈夫。大丈夫。今じゃあ、これ多分、これあれだよね、タイミングそれ来週の火曜日に出すやつだから、ちょっと皆さんお楽しみにって感じです。はい。じゃあ30分ぐらいにするんですか、これ。いや、もう全出しできますよ。全出し。すごいね、もう。トイレクライマックス、クライマックス。一応カットしないのが面白いっていうね。じゃあ一旦これで本当に終わりますが、本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ本当の意味で、本当にこっちも皆さんにはではでは終了しますからね。はい、それではありがとう。またね。ではでは。ではでは。